最近ポストに入っていた電気代の明細を見て、なんかまた上がったなってため息をついたことないですか？いやー、ありますよ。本当に封を開けるのが怖いくらいですよね。ですよね。ガソリンスタンドに行っても、これいつまで上がり続けるのって不安になるというか、もし今聞いてくださっているあなたがそう感じているなら、今日のこの情報の徹底解剖はまさにあなたのためのものです。ええ。ニュースで中東の話なんかを見ても、まあ遠い国の出来事だし自分には関係ないってなんか思い込みがちじゃないですか。でも今日その認識が完全に崩れると思います。そうなんです。毎月の光熱費が高騰しているこの現象って、例えるなら、あなたの家計というバケツの底に見えない穴がぽっかり開いているような状態なんですよね。まあ知らず知らずのうちに現金が漏れ出している。はい。なので今回の徹底考察では、複数の資料やメモを照らし合わせながら、この見えない家計の危機の正体と、投資初心者でも今日からすぐ実行できる大切な家族を守るための具体的な防衛策を抽出していきたいと思います。よろしくお願いします。これ手元の資料の束を見てまず驚くのが、現場の物理的な現実と日々報道されている政治的なニュースの間にとんでもないズレがあるっていうことなんですよ。ズレですか？具体的にはどういうことでしょうか？2026年の4月20日に停戦合意のニュースが発表されましたよね。あれを見て、ああ、よかった。これで物価高の原因になってたサプライチェーンの目詰まりも解消されるって多くの方が安堵したと思うんです。はい、私もその一人でした。なんか、ようやく落ち着くのかなって。ところが現実には、ペルシャ湾の入り口、ホルムズ海峡の付近で、今この瞬間も600隻以上の船が立ち往生したままなんですよ。ちょっと待ってください。600隻ですか？ええ。しかもそのうち325隻が石油とか LNG、つまり液化天然ガスを運ぶタンカーなんです。さらに言えばそこには日本関連の船も42隻含まれているんですよね。42隻も。それって、私たちの生活にどれくらい影響する量なんでしょうか？ざっくり言うと、日本のエネルギー供給の10日分に相当します。それが停戦が宣言された今も海峡に眠ったままスクリューを全く回していない状態なんです。10日分が丸々止まっていると。ここですごく素朴な疑問なんですけど、停戦合意が発表されたんですよね。だったら普通は、よし、安全だ、進もうってなるはずなのに、なぜ動けないんですか？そこがまさに今回の革新なんですよ。結論から言うと、政治家が握手を交わしたからといって、金融やシステムのリスク評価がすぐに下がるわけではないということなんです。金融の壁ですか？例えるなら、目の前の信号は青になったのに、交差点の真ん中に見えない壁があって進めないみたいな状態ですね。まさにその通りです。その見えない壁の正体の一つが、ロンドンの海上保険市場なんです。海運会社にとって、タンカーと席に行って数億ドル規模の資産じゃないですか。はい、とてつもない金額ですよね。それを適切な保険カバーなしで紛争リスクがまだ残っている海域に突入させるっていうのは、経営的に見ればただの自殺行為なんですよ。なるほど。つまり、ウォーリスク保険、いわゆる戦争保険の適用除外がまだ続いているってことですか？その通りです。保険市場のアルゴリズムって非常にシビアでして、一度跳ね上がったリスクプレミアムは90日ごとの厳格なレビューをパスするか、現場の完全な安全確認が取れるまで下がらないんです。さらに、イラン軍への事前連絡義務みたいな運用上の足かせも残ったままですし。ということは、ジェンガのタワーがぐらぐら揺れているのに、政治家が、はい、風は止まりましたよって言っているだけで。ええ、保険会社という一番下の大事なブロックが抜け落ちたままだから、誰も怖くてタワーに触れない、船を動かせないっていうのが今の現場のリアルなんです。ああ、だから動けないんですね。で、この強行状態が私たちの生活にどうつながってくるのかって話なんですが、資料にあるブルームバーグの分析データを見ると、ちょっと背筋が凍りますよね。はい、このホルムズ海峡って世界の石油輸送量の約 17%、LNG 輸送量の約 20% が集中している、まさに世界経済の喉元なんですよね。で、日本は LNG の9割以上を輸入に頼っていて、その多くがここを通っていると。そうなんです。それでこの機能停止状態が続いた場合、世界全体で1日あたり18億ドル、日本円にしてなんと約2700億円もの LNG コスト増が発生するという試算が出ています。1日2700億円ですか。
とんでもない数字ですね。ええ、ここで考えていただきたいのが、この莫大な超過コストを一体誰が負担するのかという点なんですよ。エネルギー企業とか海運会社が負担するわけじゃないんですか？もちろんです。彼らも利益を確保しないといけませんから、この保険の割増料金とか、海上で待機しているコストを自社で被ることは絶対にしません。ってことは、追加されたコストは全部サプライチェーンの下流に、つまり私たちの方に流れてくるってことですか？はい。次々に価格転嫁されていって、最終的には今聞いてくださっているあなたの家のポストに届く、電気代やガス代の請求書に静かに上乗せされるわけです。うわぁ、それが家計のバケツの穴の正体だったんですね。これ、ちょっと具体的な数字で考えてみたいんですけど、ええ、ぜひ。もしこの見えないコストのせいであなたの家の電気代が毎月1万5,000円上がったとしますよね。そうすると1年で18万円。もしこの膠着状態が5年続いたら、なんと90万円の損失になるんです。90万円。いや、ものすごい額ですよね。ですよね。なんか最近物価が高いなーってため息をついて何もしないことって、実は90万円をドブに捨てているのと同じ莫大なコストがかかっているってことなんですよ。まさにインフレという名の見えない税金ですよね。しかも恐ろしいのは、この事態がいつまで続くのかという点です。資料にある歴史的教訓を紐解くと、かなり厳しい予測が見えてきます。1973年の第一次オイルショックの話ですね。ええ、トイレットペーパーの買い占めとか、石油価格が4倍に跳ね上がって戦後初のマイナス成長になった第四次中東戦争がきっかけの危機です。でも今私たちが直面している状況とより構造が似ているのは、その後の1984年からの出来事だと資料にはありますね。はい。1984年から1988年まで続いた単価戦争のパターンです。あの時も表向きの政治的な停戦声明と現場での実際の攻撃リスクが数ヶ月から数年単位で同時進行したんですよ。数年もですか。つまり海運保険が機能しない状態がずっと続いたわけですね。そうなんです。だから今回も数ヶ月から数年単位でこの混乱が長期化するシナリオは十分にあり得ます。ただちょっと気になったんですが、1980年代当時と比べると今の日本の方がはるかにグローバル化していて、サプライチェーンの構造も複雑になっていますよね。おっしゃる通りです。現代の経済は極限まで効率化されていて、いわゆるジャストインタイムが当たり前になっています。ということは、在庫を持たないからシステム全体に余裕やバッファーがないってことですよね。ええ。だからこそ、ホルムズ海峡でのたった一つの遅延がもたらすバタフライエフェクトが当時よりもはるかに早く、そして残酷な形で広範囲の物価高を引き起こすんです。なるほど。当時、中東のことなんて自分には関係ないって思っていた家庭が生活苦に陥った一方で、家族の10日分の食料と灯油を備えていた人は全く違う形で冬を越せたっていう歴史の事実が今まさに重くのしかかってきますね。本当にその通りです。構造が複雑になっているからこそ、備えた人と備えなかった人の差がより残酷に現れるんです。だとすれば、危機が長期化する可能性が高い今、私たちが直面している問題は、国がどうにかしてくれるのを待つことじゃないですよね。ええ、違いますね。今日あなた自身が具体的にどうやって大切な家族を守るかというフェーズに入っている。そこで資料が提示している今日から実行できる3つの資産防衛と備えのアクションプランを順を追って解説していきたいんですが。はい、行きましょう。はい。まず1つ目の行動が情報格差を埋めること。これって単に毎日ニュースを見ましょうっていう意味じゃないですよね。全く違います。現代の金融市場ってアルゴリズムによって瞬時に価格が動くじゃないですか。日本のニュース番組が海外の情報を翻訳して編集して放送する頃には、もう数時間から半日のタイムラグが発生しているんです。その時点で私たちは圧倒的に不利な状況に置かれていると。ええ。だからこそ資料が強く推奨しているのが、一時情報や生データに直接アクセスする習慣をつけることです。これが2つ目の行動にもつながります。その具体的なツールとして挙げられているのが、マリントラフィックとか、ベッセルファインダーという海運データの可視化アプリですね。はい。これ、スマホで誰でも見れるんですけど、実際に開いてみると本当に衝撃的ですよ。私もさっき見てみたんですが、ペルシャ湾の周辺に船を表す赤いアイコンが異常な密度でびっしり詰まっていて。そうなんですよ。ニュースで物流が滞っていますと聞くよりも前に、自分の目でリアルタイムに海峡が詰まっているのを確認できるんです。まさに海運の心電図がフラットになっている異常事態を一時情報として視覚的に捉えられるわけですね。
この自分でデータを取りに行くという行動が情報格差を埋める第一歩になります。市場のパニックに振り回されずに済みますからね。そして現状を正しく把握した上で打つべき3つ目の具体的な行動が、初心者向けの現物資産、特にゴールドへの分散投資ですね。はい。インフレや地政学リスクに対する歴史的に見ても最も確実な防衛策の一つです。ここで今聞いてくださっているあなたの不安を代弁したいんですが、投資って失敗して損しそうで怖いとか、初心者がいきなり手を出すのはリスクが高くないですかって思う方も多いと思うんです。その感覚はすごくよくわかります。でも、ここでいうゴールドへの投資って、株や FX でお金を増やそうというギャンブルとは全く性質が違うんですよ。全く違うんですか？どういうふうに？株式や債券って本質的には誰かの負債に依存するペーパーアセットなんですね。企業が倒産すれば株券はただの紙切れになりますし、インフレが進めば現金の価値はどんどん目減りします。今まさにエネルギー高騰のせいで現金の価値が下がっている状態ですよね。そうです。一方で、ゴールドという現物はどこの国や企業の信用力にも依存しない独立した資産なんです。なるほど。つまり価値がゼロになることがない。ええ。物価が上がって現金の価値が下がる局面で、自律的に購買力を保存してくれる守りの盾として機能するんです。これが過去150年以上にわたって有事の際にゴールドが買われてきた論理的な理由なんですよ。守りの盾ですか？つまり今の物価高の状況下では、現金だけを銀行に置いておくこと自体が実は購買力を確実に失っていく最大のリスクになっていると。おっしゃる通りです。法定通貨の価値下落をヘッジするために現物資産をポートフォリオに組み込む必要があるんです。ただゴールドって聞くとなんか金の延べ棒みたいなのを想像しちゃって、数十万とか数百万とかまとまった資金がないと始められないんじゃないかって思いませんか？昔はそうだったかもしれませんが、今はテクノロジーと金融のインフラがものすごく進化していますからね。と言いますと？今では証券口座さえ開けば、それこそ1日のコーヒー一杯分くらいの少額からゴールド積み立てができちゃうんですよ。投資未経験の方でも全く問題ありません。コーヒー一杯分から？それなら本当に今日からでも始められますね。ええ。全財産をつぎ込む必要なんて全くないんです。まずは無料の口座開設という第一歩を踏み出して、少額からでもインフレに強い資産を持つ仕組みを作ってしまうことが一番重要なんです。つまり何もしないことが安全だという錯覚を捨てることですね。海峡の封鎖による1日2700億円のコスト増が、電気代や日用品の価格として毎月確実に私たちの財布から現金を奪っていく。はい。その穴からお金が漏れていくのをただ黙って見ているのではなく、アプリで一時情報をトラッキングしながら、コーヒー一杯分からでも金融的な盾を作り始める。この最初の行動を起こせるかどうかの差が、1年後、5年後の家族の生活を決定的に分けることになります。歴史が残酷なまでにそれを証明していますからね。本当にそうですね。さて、今日の考察を通じて、私たちは遠く中東の会場で起きている600隻の立ち往生が、いかにして私たちのリビングルームに直結し、家計を直撃しているかを解き明かしてきました。はい。保険問題という見えない壁によって1日2700億円ものコスト増が発生している現実ですね。私たち個人の力でグローバルのサプライチェーンそのものを修復して世界を変えることはできません。でもあなたの大切な家族の生活を守るための防衛線を張ることは今日今この瞬間から可能です。その通りです。今日知らない人から知っている人に変わったあなたが概要欄のリソースを確認する、少額分散の仕組みを調べてみる、あるいは家族と話し合ってみる。そのたった一つの行動を起こすことがインフレという見えない波に対する最強のヘッジになりますね。はい。情報を単に聞いて終わらせるのではなく、実生活の行動に結びつけること。それが一番の資産防衛です。最後に今日手に入れた新たな視点をもとに皆さんにちょっと挑発的な問いを投げかけてお別れたいと思います。何でしょうか。今日エネルギーという目に見えない巨大な流れが実はマリントラフィックなどのアプリを使えば誰でも確認できる事実なんだと分かりました。可視化できましたね。だとすれば、あなたの毎日の生活を支えている食料や、あるいは今使っているスマホのようなテクノロジーの供給網には、まだあなたが気づいていない
第2、第3のホルムズ海峡とも呼べるような脆弱なボトルネックが一体どこに隠されているでしょうか。なるほど。それは深い問いですね。ぜひ今日から身の回りにある当たり前のものの源流を一つだけでも遡って辿ってみてください。それが次の見えないリスクに気づくためのあなただけの強力なレーダーになるはずです。それでは今回の情報の徹底考察はここまでとなります。ありがとうございました。